皆さんこんにちは。今日は前回予告しましたように、視聴者の方のご質問で、ドリルの勉強をしたいと、どういう方法があるだろうかというご質問です。なかなか難しい質問なんですが、例えばボーラーの方ですとね、なかなかその実際にボールに穴を開けるという作業はちょっと立ち入れない分野だと思うんですね。どこかのプロショップに行って自分でボールを開けたいんだけどって言ったとしてもなかなかそうはいかないのが現実ですから、ボーラーの方がその技術的に実際にドリルの穴開けるところまで身につけるっていうのはちょっと不可能かなというふうに思います。ですが、将来的にドリルの勉強をして職業にしたいとかっていうふうに思われている方がいらっしゃるとすれば、それはそれなりに方法があると思います。でまずドリルの勉強をしたいという場合ですが、今ボーリング業界の中ではですね、公認ドリラーシステム、これはJBC、全日本ボーリング協会が主催している制度なんですが、公認ドリラー制度というのがありまして、その中で公認ドリラーに登録しますと、実際にブロンズコース、シルバーコースというのが現在、ありましてですね、最初はそのブロンズコースから、入りますと、一応一通りのことを学ぶことができます。で、一番難しいのはですね、そうは言いましても、ボールに3つ穴を開けるという作業よりもですね、どうやってその、ボーラーの方の、手にフィットしたメジャーリングができるかということがですね、一番難しいんです、実はドリラーの作業としては。で、フィッティングという分野なんですが、人間のやはり骨格というのは人それぞれまちまちでして、その骨格を見極めて握りやすい方向、しかもですね、親指が抜けやすい角度、これを見つけるのがとても大変な作業です。私ももう40年以上この仕事に携わっていますが、そこが一番未だにクリアできない奥の深い分野だなというふうに痛感しています。で、実際にボールを開ける作業というのはですね、これはもう、経験しかないんですね。何個も開けることをしていくことでですね、実際にその技術というのは身についていきます。したがってですね、3つ穴を開けるという作業はですね、そんなに私は難しい作業だというふうに考えていないんですが、先ほど言いましたようにフィッティング、この分野は非常に難しいです。じゃあどう違うかというとですね、まず人間の親指の握り角度というのはとても大事なんですが、例えば、ここでですね、こういう実験をしてみたいと思うんですが、鉛筆をこう、握ります。この時に親指が向いている角度、隣同士比較してみてください。全く同じっていうのが、意外とないんです。例えば3人で、比較をしますとですね、必ず親指の向きが違う人というのが出てくるんですね。でこのくらい親指の、向く角度というのは人それぞれ個人差がありまして、それをですねドリルの中で、メジャーリングの中でですね、反映しなければ、フィットした指穴が開かないんです。じゃあどういうふうなフィットの仕方があるかというとですね、指紋の中心が、握る方向と一致していないと、握った時にですね持ちにくいんで、持ち直してしまう、こういうことが起きるんですね。したがって、キーポイントとしてはですね、まず親指の、指紋の方向、それをですね見つけてあげるということがとても大事です。それから、もっと大事なのは実はスパンなんですね。スパンの測り方が、非常にボールのフィットに影響すると言っても過言ではありません。スパンはですね、前にもちょっとお話ししたことがあるかもしれませんが、手首のですね、角度、つまりボールを、リリースするとき、あるいはホールディングするときのですね、ホールドするときの手首の角度によってスパンの取り方というのは実は変わるんですね。で例えばカップリングの時と、ブロークンといって手首がですねこう、折れてしまう時では明らかに
スパンの測り方が違います。どう違うかというと、カップリングの、そのボールの下に手が入るような、スタイルの場合はですね、スパンは若干短くなります。このようにですね、実際にそのメジャリングする段階でも手首の角度によってスパンの取り方が違います。当然、リストタイルをつけている時とつけない時でも大きく変わってきます。こういうところをですね、正確に測れる技術というのが、まずそのドリルの技術の中ではですね、とても重要じゃないかなというふうに思います。したがってですね、まず、皆さんがボーラーの方だとすればですね、ご自身のスパンが適正かどうかというところをですね、しっかりと見極められる技術を身につけてほしいんですね。この辺の詳細についてはですね、また機会を改めてご紹介したいと思うんですが、実際にそのスパンが皆さんはどのようにご自身の、ボールのスパンをですね、握った時に適正かどうかという判断をされているかどうか。当然長すぎれば親指が引っ張られて、抜けなくなります。反対に短すぎるとボールを握りすぎて、これも同様にボールが落ちたり、あるいは握りすぎたりということにつながっていきます。そういうところはですね、ボーラーの方ご自身がですね、自己診断できるようになると、いいかなというふうに思います。そのことによってドリラーの、方にですね、ご自身のボーリングの、いわゆる症状というものをですね、的確に伝えられるようになるというのが、大事かなというふうに思います。ボーラーの方自身はですね、じゃあそれ以上のことということになりますとですね、実際にボールのレイアウトというのはどこに指穴を開けるかという作業なんですが、その辺まで、理解できるようになるかというとちょっと難しいかもしれません。これは、やはり専門的なですね、勉強を、していかないとなかなかどこに指穴をセッティングしたらいいかということはですね、難しいと思います。で、そういうことをもろもろボールのですね、構造を踏まえて、ここに私がですね、何年か前に執筆した本がありまして、この本の内容、第4章のところ以降がですね、非常にそのドリルのことも含め、どういうふうなそのレイアウトをしているかとか、あるいはボールの動きがどういうふうな動きを、ボールによってするのか等々ですね、いろいろ詳細をですね、書き記したものがありますので、この本も、一つ参考に、読んでいただければなというふうに思います。で、もう一つそのドリラーを目指す方、これはぜひともですね、JBC 全日本ボーリング協会のですね、公認ドリラーの、資格を取っていただきたいと思います。資格は、申請をすることで、許可が下りれば取れますので、さほど難しくはないんです。ただ本当に技術を身につけようと思うんであれば、その上のクラスの、ブロンズコースあるいはシルバーコースというところにチャレンジをしていただいて、そこで、講習を受け、両方とも2日間の講習ですね、2日間の講習を受け、実際のテストに合格すると、資格がもらえます。で、資格をもらえるということも大事なんですが、その中でしっかり基本のことを勉強するということが大事です。ブロンズコースでもですね、内容によってカリキュラムはですね、58科目60科目ぐらいありまして、それを学び、なおかつテストに受からないとライセンスがもらえません。結構大変な作業ですけども、本当にドリルを勉強したいと思われるんであれば、そこが一番の近道じゃないかなというふうに思います。この本は数年前に執筆した本なんですが、共著で書いたものなんですけども、私がこの中の用具に関する知識は全て私が担当して書いたものです。大変だったのはですね、全部自分で原稿を書いて、そこにいろいろ写真を書き溜めて追加したっていうのがすごく大変な作業で、こ
この本はですね全部オールカラーなんですね。だからそういう意味ですごく見やすくなっているんです。それはともかくとしまして、この、中の、第4章のですね用語を使いこなすというところがありまして、この4章は私が全て、書きました。でこの中にですね実際に、メジャーリングのトレンドですとかですね、メジャーリングのトレンドですとか、それから実際にこの表面素材のトレンドですとかですね、もろもろドリルに関する知識がかなり豊富に網羅したつもりです。なかなかこういうドリルの専門書っていうのは、今までありませんので、そういう意味では非常にですね詳細が網羅されているんじゃないかなというふうに思っておりますので、書店にはもうないかもしれませんが、探せばまだ手に入ると思いますので、この本を、ぜひ参考にしていただければいいかなというふうに思います。それでは次回の予告なんですが、次回もやはり視聴者の方のご質問がありましてですね、いろいろなボールのですね指穴の調整の方法を、教えてほしいという、ご質問がありました。例えばですねテープ一つにしましてもですねいろんな種類があります。ボールに貼る、特にですねボールに貼るテープの、位置ですとか、向きですとかね、そういうもの、あるいはボールテープの質ですとか、そういうものをですね中心にお話を進めていきたいなというふうに思います。ぜひご期待ください。